はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、新しい派遣の仕事を始めて、早3週間が経ちました。そこで今回は、近況報告を話せる範囲でお話ししたいと思います。もし、本日の動画が少しでも面白いと感じた方は、チャンネルの登録とグッドの評価をお願いいたします。本日のお話は、1つ目、仕事内容について、2つ目、職場環境について、そして3つ目、その他についてとなっております。まず1つ目、仕事内容についてです。前回の動画でもお話ししましたが、今回の私の派遣の仕事は事務仕事になります。具体的な仕事内容は、私が希望していたコピーとお茶組みではなく、営業事務になります。なんて言うんでしょう。営業さんの事務のお手伝い、書類の作成とか、必要なものの発注とか、それが今回の私の主な仕事になります。今回は主にパソコンを使う仕事になりますが、私のパソコン能力は、右クリックと左クリックの違いがわかる程度なので、大丈夫だろうかと、私は不安がっていましたが、今回の仕事から新たにお世話になる派遣会社の担当の方からは、パソコンが使えば大丈夫ですと言われたので、私はこの仕事をやってみることにしました。就業開始は4月1日からでした。ただ、新年度ということもあり、周りの社員さんたちもバタバタとしていて、正直最初の2週間ぐらいは私は手待ちの状態でした。ただすごいですよ。ちゃんと私専用のデスクがあって、私専用のノート PC もあって、さらにサブディスプレイ、外部モニターっていうんですか。外部モニターも一つあって、あと Bluetooth のキーボードとマウスも与えられてて、すごいでしょ？私の人生はノート PC がメインで、外部モニターを使ったことがなかったんですよ。まあ存在は知ってましたが、だから最初は慣れなくて、あれ？画面からマウスが消えたと思ったら、外部モニターの方にマウスが行ってたりとか、ちょっと戸惑うこともありましたが、今は外部モニターはいいと思ってます。ただ先ほどもお話ししたように、最初の10日間ほどは手待ち状態だったので、窓際の席の私はボケーと毎日過ごしてました。私その手待ち状態はそれほど苦ではないんですよ。人によっては常に何らかの作業していないと落ち着かない。誰か私に仕事をくださいという人もいると思いますが、特段今やる仕事がないのであれば、私後頭部にあるやる気スイッチをオフにすることができるので、一日中椅子に座って待機でもそれほど苦ではありません。むしろただ椅子に座ってるだけで札幌市の最低賃金以上の時給をもらえるなんて美味しくねと私は思ってました。まあ実際はタイピングの練習をしたりとか、あと Excel で何かを作成したりとか、社員さんから声がかかるまでなんかかんかしてました。最近はようやく発注の仕事を実際にやったりしていますが、就業開始前の無職期間に私がやってて良かったと実感したことがありまして、それは何かと申しますと、パソコンのキーボードのショートカットキーのおさらいですね。コントロール C、コントロール V、コントロール S、コントロール X、コントロール Z、シフト Windows Mac S、Windows Mac L、これくらい覚えているだけでかなり作業効率が変わると思います。とりあえず今は焦らずじっくりと作業を覚えたいと思ってます。続いて2つ目、職場環境についてです。今回私は派遣のおじさんとしてその職場に就業していますが、そこまで正社員、派遣社員という壁、疎外感はないです。むしろいい方たちが多いと思います。ありがたい話です。ただ聞かないと教えてくれない。わからないことがあったら聞いて
という感じはありますね。聞いたら教えてくれます。ただ、今はほぼわからないことだらけなので、むしろもっとそばにいてほしいという思いはありますが、皆さんも忙しいんで、やっぱそうなってしまうのでしょう。その他、この職場の良いところは、冷暖房をケチらないところ。役所のように夏は暑く、冬は寒い職場ではないようです。トイレはもちろんウォッシュレット付き。しかも便座を拭くための消毒液も完備。さらに職場ではコーヒーが1杯10円で飲めます。私は毎日3杯は飲んでますね。それにトイレも自由に行けます。最高です。私が昔一瞬だけ挑戦したコールセンター、あれは私にとってはしんどいですね。常にリーダーに監視され、自由にトイレが行けない。頻尿の私はトイレに自由に行ける仕事じゃないとダメなんです。だから工場の LINE の仕事なんて考えただけでおしっこ漏らします。そして最後、3つ目、その他についてです。仕事が決まってからちょいちょい出費が続いてます。残念ながら今の職場はオフィスカジュアルが認めておらず、スーツ着用となってます。ただし、もうすでにクールビズが始まっているので、ネクタイは締めなくてもいいのが唯一の救いです。ただし4年前に私が正社員を辞めた時、持っていたワイシャツは全て処分しました。襟元が黄ばんでヨレヨレだったので、今回新規にワイシャツを5枚買う羽目になってしまいました。さらにメガネも買い替える羽目になってしまいました。何回もお話ししていますが、今回の派遣会社は初めてお世話になるところになります。なので派遣会社に持参する履歴書が必要になります。で、びっくりしたのが、文字を書く際手元のピントが合わないの。こんなこと初めてです。そしてメガネ市場で新しいメガネを買いました。今度のメガネのすごいところは、普通にすると遠くのピントが合い、レンズの下の方では手元のピントが合うんですよ。ちなみにレンズの下の方で遠くを見ようとするとピントが合わないというオーノマン仕様のメガネとなっております。メガネ市場には私の購入履歴があって、前使っていたこちらのメガネは8年前に購入したものでした。8年前。よく使いましたね。ちょっとデザインにも飽きてたので、メガネを買い替える良い機会だったのではないでしょうか。これからはバリバリ働いてお金を貯めたいところなのではありますが、今後想定される出費としては、まずは車の夏タイヤ、続いてノート PC ですね。車の夏タイヤは溝が印のところまで来てしまってます。あと今使っているこのノート PC、バッテリーが膨らんできています。バッテリーが膨らんできているので、ちゃんと蓋が閉まりません。なのでまだまだお金を貯められそうな状況ではありませんか。とりあえずこの仕事を頑張りたいと思います。今の私のちょっとした悩みとしては、仕事は月曜日から金曜日のフルタイム勤務となっております。土日祝が休みになります。何が言いたいのかと申しますと、動画を作る時間が以前から比べて当然少なくなりました。仕事が始まってから1日経つのが早い。気づいたら週末。気づいたら前回の動画投稿から2週間が経過していました。こんな私の動画ですが、この程度でも1本作るのにだいたい6、7時間かかってるんですよ。話す内容を考えて、撮影して、編集して、うんこして。なので今後は無理のない範囲で動画投稿を続けたいと思います。ということで本日の動画は以上です。もしこんな派遣のおじさんに興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。